猫のいる町はとある下町の祠に住む子猫が、祠の主である神様や人間たちとの交流を通じて大人になっていく物語です。各章のアップスケジュールです。計画は変更することがあります。変更した場合は再計画後、ここでお知らせします。第1章、ゴキかぶりの出現は11月24日アップ済みです。ゴキかぶりという名の不思議なゴキブリが祠に入ってくるところから物語は始まります。第2章、心霊カメラは11月25日アップ済みです。おさり沢というカメラマンが霊を映せるカメラを開発し、祠で実験するお話です。第3章、桜王伝説は11月27日アップ済みです。兵庫県西宮市に伝わる桜王伝説を紹介し、物語に結びつけていきます。第4章、牛の国参りは11月30日アップ予定です。祠に現れて呪いをかける女性と、取り付いた霊が心優しい神様によって浄化されていくお話です。第5章、クリスマスの夜は12月2日アップ予定です。サンタクロースとはその土地の神様が、北欧からの指令によって活動しているという衝撃的な事実を描いた物語です。第6章、富と幸福については12月6日アップ予定です。富と豊穣の神であるお稲荷様と、真の救いは別のところにあると考える人間の葛藤を描きます。貧困に苦しむ人、ささやかに生きる喜びを実感できない人に、お金や成功を授けることがなぜ間違っているのか。神様の視点から見たご利益のお話です。第7章、銀パ丸とマリアは12月8日アップ予定です。神の使いを辞めさせてほしいと申し出る成績の悪い狐、銀パ丸は、密かにマリアという女性と貧困地区で炊き出しをしていた。ハッピーエンドが待っています。第8章、お焚き上げは12月12日アップ予定です。お正月には見慣れた風景、お焚き上げで捨てられた古時計から恐ろしい霊が出現し、おさり沢カメラマンに取り付いてしまう。最終章まで続く事件の始まりです。第9章、ゴキかぶりの卒業は12月14日アップ予定です。ゴキかぶりは悪霊が取り付いた男を助けようと服のポケットに飛びついて、男と共にどこかへ消えていました。祠に一人の僧侶が現れ、ゴキかぶりの卒業が近いと告げる。第10章、プラズマ偵察機は12月18日アップ予定です。プラズマ技術を応用して、霊のいる方向を探知する装置を下町の電気屋が開発していました。これを使って霊の悪霊を探し当て、激しく戦いますが、手強い相手でした。最後は神様の愛によって悪霊は鎮められます。しかしその陰でゴキは昇天していたのです。最終章、お腹が空いたにゃーは12月20日アップ予定です。正気を取り戻したおさり沢カメラマンと別れ、ライト版で祠に戻る一行。僧侶も電気屋も日常へ戻り、子猫はのんびりと外を歩いていて、近所のおばさんの立ち話から出生の頃の悲しい事件を知ります。感極まって祠に駆け戻ると、そこは一変していました。そこにあったのは、埃をかぶった木の床、朽ちかけた梁や樽木、干からびた牡蠣や茶陶器。神様を見失った猫は呆然とするが、やがて空腹を覚えつぶやきます。お腹が空いたにゃー。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。